こんにちは、ソニック研究員のケイティです。どうも、助手のマルルです。今回は、ソニックの人気を確立した名作、ソニック・ザ・ヘッジホップ2について解説します。ソニックシリーズの2作目だな。スピード感、爽快感ともに前作からパワーアップし、新たな仲間も加わったシリーズ中でも屈指の傑作。そんなソニック・ザ・ヘッジホップ2について、基本的な内容から少しマニアックな内容まで完全網羅していきますので、ぜひ最後までご覧ください。またこのチャンネルでは、ソニックのソフトやキャラクター紹介、ランキング動画や、最新ゲームのレビューなどを投稿していますので、動画が気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは、早速スタートです。ソニック・ザ・ヘッジホップ2は、アメリカを拠点に開発され、1992年11月21日に発売されました。なんでアメリカで開発されたんだ？前作、ソニック・ザ・ヘッジホップの反響が特殊な状況だったためです。ソニック・ザ・ヘッジホップは欧米では大ヒットしたものの、日本ではそこそこの反響にとどまったため、欧米と日本とではソニックへの熱量にかなりのギャップがありました。そこで、続編を作るにあたっては欧米の熱狂ぶりを分かった上で開発してほしいというオーダーがあり、日本ではなくアメリカで制作されることになったのです。今作は、2人プレイのゲームを作りたいという開発スタッフの思いから生まれた作品です。実は前作ソニック・ザ・ヘッジホップの制作中から密かに2人プレイの試作を始めていたそうで、続編制作の話が出た際も、2人プレイが可能なら作ろう、といった経緯で開発が始まったそうなので、もし2人プレイができなかったらこのソニック・ザ・ヘッジホップ2は誕生していなかったかもしれません。2人プレイにかなり思い入れがあったんだな。別ゲーム制作中に試作とかエネルギッシュすぎる。凄まじいですよね。また当然ではありますが、2人プレイをするためにはソニックの他にもう1人、キャラクターを用意する必要があります。もしかしてそれが？そうです。今やソニックの相棒として数々のソニック作品に登場しているキツネのキャラクター、テイルスです。テイルス来たー。なおテイルスというのは実はあだ名で、尻尾が2本あることからそう呼ばれています。本名はマイルスパワー。ソニックが音速という意味であるのに対し、時速を意味するマイルスパワーから名付けられました。今作では、このテイルスが常にソニックの後ろをついてきます。一人プレイの時はただついてくるだけですが、2P 側にもコントローラーを接続するとこのテイルスを操作することができます。この時のテイルスはミスしてもすぐに復活するため、実質無敵状態です。一方で、ソニックのみ、テイルスのみでプレイすることもでき、この時のテイルスはソニックと同様、ミスすると残機が1つ減る仕様になっています。またこの他にも、今作には友達と対戦できるバーサスモードが搭載されています。このモードでは上下に2分割された画面でソニックとテイルスがレースを行い、勝敗を競います。スコア、タイム、リング、トータルリング、アイテムボックス、という5つの項目でそれぞれ勝敗を競い、より多くの項目で勝った方が勝者となります。スコアはより多くの敵を倒した方、アイテムボックスはより多くのアイテムボックスを壊した方が勝者になるなど、ただ単に早くゴールすればいいわけではないので、意外と奥が深いルールですね。テイルスが登場して一気に遊び方が広がったな。そうですね。他にもソニックのアクションが増えたりマップの数や広さが進化したことで、スピード感や爽快感もパワーアップしています。そのため、今作はシリーズ中でも屈指の傑作と呼ばれている作品です。そんな今作の舞台は、遠い昔、カオスエメラルドを使って文明を発展させ、繁栄を手にしたという幻の島、ウエストサイドアイランド。たまたまその島に来ていたソニックは、彼に憧れる日本の尻尾を持つキツネ、テイルスと出会います。テイルスは尻尾が2本あることで島のみんなにいじめられていたのですが、ソニックの姿を見て彼にようになりたいと思い、行動を共にするようになります。そんなある日、突如として島で大爆発が起こります。それはソニックを追ってきた悪の科学者、ドクターエッグマンの仕業でした。エッグマンはカオスエメラルドの力を使い究極兵器デスエッグを完成させて、世界を征服しようと企んでいました。そんなエッグマンの企みを阻止すべく、ソニックとテイルスが冒険へと出発する、というのが、今作のストーリーです。前作と同様かなりシンプルなシナリオですが、ソニック、エッグマンに加えてテイルスという新キャラが加わり、さらにデスエッグというエッグマンの究極兵器が登場するなど、少し設定が増えてきます。特にこのデスエッグは後の作品にもたびたび登場しており、今ではエッグマンのおなじみ兵器となっています。究極兵器なのにおなじみになっちゃうのがなんともエッグマンらしいな。続いては、今作のゲームシステムについてご紹介します。今作の基本的な進め方や操作方法は前作と同様ですが、新たなアクションとしてスピンダッシュが追加されました。これは止まった状態から高速回転して転がっていける技で、回転中は敵も倒せるといった優秀なアクションです。前作から登場しているスピンに近いですが、スピンが走っている時しか発動できなかったのに対し、こちらは止まった状態から発動できるのが大きな強みです。
ソニックのスピード感との相性も抜群なので、これ以降の作品でも定番のアクションになっています。続いてステージについてですが、前作が6つのゾーンそれぞれに3つのアクトという構成だったのに対し、今作ではゾーンの数が11個に増え、その代わり各ゾーンが2アクト構成になっています。そのためトータルのステージ数はあまり変わらないにもかかわらず、より多彩なステージを楽しめるようになりました。一方で、スペシャルステージは大きな変貌を遂げています。まずステージへの入り方から変わっており、前作ではリングを50枚持った状態でゴールにたどり着いて、巨大リングに飛び込むという入り方でしたが、今作ではリングを50枚持った状態でチェックポイントを通過すると星でできた輪が出現し、これに触れるとスペシャルステージが始まります。今作のスペシャルステージは強制奥スクロールで、プレイヤーが操作できるのは左右の移動とジャンプのみ。この状態でステージ内のリングを集め、規定の枚数を集められればカオスエメラルドが手に入るというルールです。なお、今作のカオスエメラルドは全部で7個です。スペシャルステージめちゃくちゃ変わったな。今回も全部のカオスエメラルド集めたら何かご褒美あるのか？ご名答です。まず、今回も全てのカオスエメラルドを集めると真のエンディングが解放されます。さらにもう一つ特典が用意されており、全てのカオスエメラルドを集めた状態でリングを50枚入手しジャンプすると、スーパーソニックに変身することができます。スーパーソニックったー。この状態ではソニックが金色になり、移動速度も上昇します。さらに変身中は無敵状態なので、敵やトラップをものともせず無双することができます。カオスエメラルド集めという苦行を乗り越えた気持ちも相まって、その爽快感は格別です。最近はラスボス戦でスーパーソニックになること多いけど、この時はやり込み要素だったんだな。てかこれに加えて2人プレイもあるんだろ。めちゃくちゃボリューム増えてるな。約1年半でこの進化と考えると、とんでもないですよね。傑作と呼ばれるのも納得です。今作にも初代ソニック・ザ・ヘッジホッグと同様、特定のコマンドを入力すると発動する隠し要素があります。ここでは、4つのコマンドをご紹介します。まずは前作でもおなじみの、ステージセレクトモード。タイトル画面でオプションを選び、その中にあるサウンドセレクトで19、65、9、17の順に曲を聴きます。リングの音がしたら成功です。そしてスタートボタンを押してタイトルに戻り、A ボタンを押しながら HP モードを始めるとステージセレクト画面に入れます。前作と同様、この機能を使えば好きなステージから始めることができます。今作にもセーブ機能がないので、このステージセレクトモードはとても重要です。なおステージセレクトからゲームを始めると、前作にもあったスロー&コマ送りモードが自動的に発動します。ポーズをかけた後に B ボタンを押しながら動かすとスローに、C ボタンを押しながら動かすとコマ送りになり、A ボタンを押すとタイトルに戻るという仕様も、前作と同じです。相変わらずいまいち使いどころがわからないな。続いてご紹介するのは、コンティニュー回数を増やすコマンド。同じくタイトル画面からオプションに入り、サウンドセレクトで1、1、2、4の順に曲を再生。その後プレイヤーセレクトにカーソルを合わせてスタートボタンを押すと、なんとコンティニュー回数が14回に増えています。ほんとだ、これはすごい。今作では、通常のやり方でコンティニュー数を増やすにはステージクリア時のスコアで1万点以上を獲得する必要があります。前作のようにスペシャルステージに行かなくても良くなったので一見やりやすそうですが、ゲームの後半に進むにつれてステージが難しくなるのでハイスコアを取りづらくなり、逆にミスは増えてくるので、結局コンティニュー数を増やすのは難しいです。そのため、このコマンドを知っているとかなり重宝します。続いては、全カオスエメラルドを一瞬で揃えてしまうコマンド。まずは最初に紹介したやり方でステージセレクト画面に入り、そこにあるサウンドテストで、4、1、2、6の順に曲を聴きます。するとカオスエメラルドを入手した時のサウンドが流れ、この状態でステージを始めるとカオスエメラルドが全部揃った状態でゲームを始めることができます。こんなコマンドもあるのか、やり込み一瞬じゃないか。とにかくスーパーソニックを使いたい時や、手っ取り早く真のエンディングを見たい時には大活躍ですね。4つ目は、前作でも登場したエディットモード。こちらもまずはステージセレクトに入り、サウンドテストで1、9、9、2、1、1、2、4の順に曲を聴きます。やたら長いな。これは、今作の欧米での発売日です。欧米では1992年11月24日に発売されました。なるほど、そういうことか。この順番で曲を聴いたら、どのステージでもいいので A ボタンを押しながらゲームを始めます。すると、エディットモードが始まります。このモードで B ボタンを押すと、ソニックがリングに変身します。
その後は A ボタンを押すことで色々なアイテムや敵、小物に変身することができ、C ボタンでどこにでも設置可能です。相変わらず無茶苦茶だぜ。無限に遊べるので楽しいですよ。最後に、このエディットモードと全カオスエメラルド入手のコマンドを組み合わせた裏技をご紹介します。その名も、スーパーテイルス。まずは全カオスエメラルド入手のコマンドを実行し、その後エディットモードを発動。そしてリングを50枚集めてスーパーソニックに変身し、最後にアイテムボックスを設置してそれを破壊します。すると、うわ、なんだ？画面が落ち着くと、なんとテイルスが光り輝くスーパーテイルスに変身しています。おお、ってあれ？これってただの無敵状態のエフェクトじゃないか？スーパーソニックとスーパーテイルス。なんとも壮観な光景ですね。いや、無敵。テイルスがスーパー化する機会は滅多にないので、ぜひとも体験してみてほしいコマンドです。初代ソニック・ザ・ヘッジホッグと同様、今作にもゲームギア版で同名タイトルがありますので、最後にそちらをご紹介します。ゲームギア版ソニック・ザ・ヘッジホッグ2も、前作と同様もともとは日本国外でマスターシステム用に発売され、それがゲームギア用となって日本に逆輸入されたという経緯があります。今回もタイトルこそ同じですが、中身は全くの別物。ボス戦はリング0枚で挑むといった一部ルールがメガドライブ版と異なるほか、登場するステージもゲームギア版オリジナル。さらに、スペシャルステージがない、スピンダッシュが使えない、ストーリーもメガドライブ版と違うなど、前作以上にメガドライブ版との差が顕著です。確かに前作ではストーリーとかアクションはメガドライブ版とゲームギア版で同じだったもんな。スペシャルステージもあったし。ちなみにゲームギア版はどんなストーリーなんだ？ゲームギア版では、初代ソニック・ザ・ヘッジホッグの舞台、サウスアイランドに再びエッグマンの魔の手が迫り、テイルスや島の動物たちがエッグマンに囚われてしまいます。テイルス捕まっちゃったのか、ソニックは何してたんだ？ソニックはその時、いつもの気まぐれな冒険に出ていました。そしてサウスアイランドに戻ったソニックはテイルスたちがエッグマンにさらわれたことを知り、皆を助けるべく冒険に出る、というのが、今作の物語です。確かにメガドライブ版と全然違うんだな。このストーリーからもわかるかもしれませんが、ゲームギア版ではプレイヤーキャラはソニックのみです。ステージ構成は初代ソニック・ザ・ヘッジホッグと似ており、6つのゾーンそれぞれに3つのアクトですが、それらに加えてカオスエメラルドを全て入手すると解放されるラストステージがあります。こちらは一応やり込み要素なのでプレイしなくてもエンディングを迎えることはできるのですが、その場合はなんと、テイルスを助けられなかったというバッドエンドになります。うわぁ、これは辛い。こんなの見せられたら、意地でもカオスエメラルド集めて新エンディングを見なきゃですよね。またゲームギア版のアクション面の特徴ですが、地底を進むトロッコや空を舞うハンググライダーなど、乗り物アクションが多く登場します。一方でステージの仕掛けやボスがかなり難しくなっており、ソニックシリーズ最高難易度と評されることもしばしば。本当に何度ミスしたことか。以上、ソニック・ザ・ヘッジホッグ2の解説でした。初代と比べてめちゃくちゃボリューム増えてたな。テイルスとスーパーソニックも出てきて、今のソニックにだいぶ近づいた気がするぜ。今作はスマホやスイッチなどの最新ハードでも遊べるので、気になった方はぜひ遊んでみてください。また動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録や高評価、動画やゲームに関するコメントをぜひよろしくお願いします。たくさんのコメント待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。